ものすごいいいルアーになるんだっていうところを今回この実調でお見せできたらなと思います。緩めてくたこれワクワクするわ。今日はこの野郎を使って釣っていこうかなって感じなんですけど、この野郎といえばワームのジョイントルアーなんですけど、このルアーの何がいいかっていうとこなんですけど、プラグ系このサイズって結構多いじゃないですか。ハイシーズンのこの白パターンで使う系の16センチ以上のウェイク系っていっぱいあると思うんですけど、弱点があって、どうしてもやっぱりボディの半分ぐらいが水中じゃなくて水の外に浮いた状態でウェイクしちゃうんですよ。なんでパーンって活性抜群の魚が食ってきても当たり弾いちゃって乗らないっていうことがすごい多いんですけど、この野郎はね、体の9割ぐらいが水中に入った状態で引き波を出すんですね。なんで圧倒的にかかりがいい。プラス魚が吸い込んだ時にこんなコンパクトになって魚の口に入ってくれるんですよ。だから針がかりもその1本とかで、どうしてもプラグってこうやって硬いから、そこに対してこうやって食ってくるんで、そこの近くの針がかかるイメージなんですけど、この野郎ってこうやって折り曲がってこうやって入るから、この2つのフックが口周りにかかりやすい。だからフックアップ率もいいし、かけた後のバラしもすごい少ないですね。個人的にはワーム素材の生めかしい動きもいいんだけど、一番のこのルアー使うメリットはそこにあるのかなっていうふうに個人的には思ってます。でまさに今この城入ってて、魚もすごい元気いっぱいの子たちが食ってくるんですけど、乗らないです。パーン弾いてルアーパーン飛んで終わりで、10発出ても1発乗ればいいかなぐらいの感じなんで、そこでこの野郎をちょっと今回入れていこうかなと。で個人的に思うこのルアーの一番のそのメリットの部分、フックアップ率の良さ、そこを大いに発揮してくれたらなと思って。もちろんね、飛距離はお世辞にも飛ぶとは言えないです。どうしてもね、そうやって折り曲がっちゃうんで。ただ使う場所とか条件をちゃんと選んであげればものすごいいいルアーになるんだっていうところを今回この実調でお見せできたらなと思います。使い方としてはもうこれぐらいゆっくり巻く、それだけ水中に体が入ってて、でワーム素材で柔らかいで、プラスジョイントなんで、もうぶっちゃけこうやって放置してても勝手にほらーほらーってこうやって動いてるんで、それでも食わないことはないですけど、そういう小場所じゃなくてね、こういう大場所なんで一応ゆっくりながらリトリーブしてあげてアピールはさせる。ただそんな早くは巻かないです。もうほんとデッドスロー。こうやって風でラインが煽られてるんですけど、そのラインの煽りをもうピーンって張るんじゃなくて、ちょっとたるんだ状態をキープするイメージだから、ルアーが動いてる鼓動っていうのはあんまり伝わってこないぐらいですね。ベイトが多かったりしたらね、わざとちょっと平打ち入れたりとか、食う場所が分かってたりすると動き抜いたりして食わせの馬を入れてもいいかもしれないですけど、基本操作はもうスローリトリーブ。だいぶ寄ってきたスナメリ。さっきまでねもっと奥にいたけど、これ香料落ちたらもうちょっと寄ると思う。でそのスナメリと俺との間にベイトが入れば、スナメリが外にいてビビってベイトも抜けれなくなるんで、その状況が作られたら理想かなと。なんで今日は今から夕まずめなんですけど、まずめ時と、あとはナイトゲーム、そこでやっていこうかなと。
風が吹いてきたよ。まあね、撮影だからライトのプレッシャーはしょうがないよ。食ったよ。ライトもっと強くして。食ったよ。藻に潜られんようにせな。マジで1投目だよ。風強くて再開して1投目。うわ、やばい、擦れたリーダー。ちょっと待てよ、そこで取るからね。マジで1投目だよ。でかいよこれ、でかいよ。ちょっと待ってよ、波もうちょっと来い。よしよしよし、口開けて。おっしゃ、めちゃくちゃ引いたねこいつ。マジで浮いてこんかった。87かな。じゃあね、ありがとう。次の引き波で行こうか。よし、バイバイ。じゃあね、ありがとう。やりました。この野郎ね、こうやってちょっと波あってもしっかり水中に入って泳いでくれるおかげで、もうね、風強くて途中一回やめたんですけど、また風弱まって戻ってきて1投目まあね、ギリギリ90なかったけど87だったけど、まあ、めちゃくちゃいい魚に出会いました。ひたすら、まあ今はデッドスローじゃなくてスローリトリーブぐらいで巻くだけ。ほら食った、やばいよ。やばい、めっちゃ引く。上がってこい。手前藻があるからね。藻に引っかかってるわ。オッケー、取れた。この野郎バクじゃんこれ。ちょっと照らしといてね。サイズはまあ先ほどじゃないけどね。でもめちゃめちゃいい魚よこれも。すごい対抗してるでしょ。パンパンですよ。めちゃめちゃ引くしね。この野郎ナイトだこれは。この野郎ナイトだよ。よし、お願いします。まだ元気だね。バイバイ。じゃあねー。はい、この野郎ナイトまだまだ続くかなもうちょっとやってみましょうか。やばい、ワクワクするわ。この野郎ナイト。伝わったら嬉しいな。この野郎の良さというかね、その強みみたいなところが伝わったら嬉しいな。このフックアップ率と、多少波があってもしっかり水中で泳いでくれる。まあルアーのメリットデメリットをしっかり把握した上で使うと、より釣りの幅広がるし楽しくなる。まあ動きが自然すぎるというか生めかしいがゆえに、
気づいてもらうためのリトリーブというか、不自然さの調節は大切。ベイトの量とかその風、こういう波とかに合わせてしっかり気づいてもらうためのアプローチをこっちからしていくのは大切だけど、あともう一群れぐらい来んかな、朝までに。だからどっちか、使い分けでいくと、波っ気あって、こういううねりだけの時はスネコンかな。スネコンだから今日風もちょっとあるから、やっぱこの野郎ワームのリップがついてることで、こんな風があっても操作感が得やすい。しっかりリップが水掴んでるから、風がなくてっていう感じだとスネコンでいいかも。今日はこの野郎ナイトですからね。もってこいの、この子が活躍するべき環境、今夜は。フックアップ率 100% だから。ちょっと巻いてみようかな。で緩めて、おら巻いて緩めてよ。うわ、ちょっと海が照らせる。全く魚の位置が見えない。よっしゃ。サイズはダウンしてるけど、もう抜くよ。この野郎ナイトフィーバー、この野郎フィーバー来てます。このね、今も、解説中ヒットしたんですけど、ちょっと潮止まってきたんで、巻いて抜いて巻いて抜いて、押したらもう抜いた瞬間ゴンでしたね。最高。はい、この野郎ナイト終了です。今回この野郎ね、岸からの使い方を説明しながら釣りしたんですけど、なんとなくこう岸からどうやってこの野郎って使うんだろうっていう、イメージがあったと思うんですけど、今回の動画を見て、デッドスロー、あとはちょっとねアピールが欲しい時は早めに巻いたりとかで、グリグリグリ抜いて、グリグリグリ抜いてとか、モノ切れ目、ここだとモノ切れ目でワンアクション入れたりとか、いろんなこう使い方ができるんですよね。ジョイント系のルアーなんで、アングラー側の自由自在に扱える、この白パターンのルアーで、この状況が強い状況は、トップに出ても乗り切れない時っていうのが一番の強みかなっていうところなんで、今回の動画見て、春のハイシーズン、秋のハイシーズン、この野郎を使ってどういうことやったら釣れるかなっていう、どういう場所でやったら釣れるかなっていうイメージがなんとなく、見えてきた方もいらっしゃるかと思いますんで、ぜひ SNS で超過投稿お待ちしてます。ありがとうございました。